皆さんこんにちは、フジロクです。今回は2種類のガトーショコラを作っていきましょう。まずはじめにボウルにチョコレートとバターを入れて湯煎にかけて溶かしておきましょう。今回使用しているチョコレートは大東カカオさんのクーベルチュールスイートというのを使っています。ガトーショコラはチョコレートがメインのお菓子になりますので、なるべくクーベルチュールと呼ばれる製菓用のチョコレートを使うのをおすすめします。もっと美味しく仕上げたい場合はバターを発酵バターにしてみてください。クーベルチュールと発酵バターで作るととても美味しいガトーショコラに仕上がります。バターとチョコレートを溶かす時の湯煎の温度はだいたい50度で溶かしてください。あまり熱すぎるとチョコレートが変に溶けて結晶化してしまうことがあります。熱すぎないように50度前後のお湯で溶かすようにしましょう。バターとチョコレートが溶けたら、この中に生クリームを加えて混ぜ合わせておきます。生クリームを混ぜるときはこのように真ん中から徐々に混ぜるときれいに混ざります。続いて卵を卵黄と卵白に分けていきましょう。卵は必ず冷たいものを用意してください。メレンゲを作るときに卵白が冷えている方がきれいに泡立ちます。そして割るときもですね、冷たい方が卵黄が崩れにくくなりますので、冷たい卵を分けるようにしましょう。続いて卵黄にグラニュー糖を一気に加えてハンドミキサーの中速で白っぽくなるまでしっかり泡立てていきます。この作業を泡立て器でやってしまうととても時間がかかってしまいます。必ずハンドミキサーで泡立てるようにしてください。これぐらい白っぽくなれば完成です。続いてメレンゲを作っていきましょう。卵白は必ず冷たいものを用意してください。ハンドミキサーの中速で泡立てていきます。これぐらい泡立ったらグラニュー糖の1/3を加えてさらに泡立てていきましょう。先ほどよりしっかりと泡立ったら2回目のグラニュー糖を加えてさらに泡立てていきます。角はピンと立たないけれどしっかりと跡が残るぐらいの硬さになったら3回目のグラニュー糖を加えてさらに泡立てていきましょう。それではメレンゲができたかどうかをチェックしてみましょう。チェックをするときはこのようにぐるぐると混ぜて真ん中を持ち上げます。角が軽くお辞儀するぐらいになったら次は低速にしてキメを整えていきます。キメを整える作業というのがお菓子作りでよく登場するのですが、このようにハンドミキサーを優しく上下に動かして、さらにボウルもゆっくり回してみてください。そうすることでキメが整います。キメが細かい泡を作ることによって口どけが良くなりますので、メレンゲ作りやスポンジ作りに応用してみてください。続いて粉類をふるっておきましょう。薄力粉とココアパウダーを合わせてふるいにかけておきます。ココアパウダーは必ず純ココアというものを使用してください。飲むココアというのは砂糖とミルクが入っていることがあります。製菓用のココアパウダーもしくは純のココアを使うようにしましょう。それではこの4種類の生地を混ぜ合わせていきます。
まずはじめに湯煎で溶かしておいたチョコ、バター、生クリームを卵黄生地に加えて混ぜ合わせていきましょう。チョコレート、バター、生クリームがこのように液状じゃない場合は、もう一度湯煎にかけていただいても構いません。部屋の温度が寒い時にそういった現象が起こるので、必ずサラサラの状態にしてから卵黄に混ぜ合わせるようにしてください。このようにきれいに混ざったら、続いてメレンゲと薄力粉、ココアパウダーを加えていきます。今回のガトーショコラですが、メレンゲと粉類を交互に入れていくのをおすすめします。メレンゲだけを入れてから粉を入れると混ざりにくいし、粉だけ先に入れてからメレンゲ入れるとちょっと硬くて、そちらも混ざりにくいです。メレンゲ1/3、粉類を1/3、このように交互にして混ぜ合わせるととても混ざりやすくなりますので、必ずメレンゲ、粉、メレンゲ、粉の順番に混ぜるようにしてみてください。そしてもう一つのポイントは、大きめのボウルで混ぜ合わせるということです。今回私は撮影用にガラスボウルを使っているのですが、このガラスボウルちょっと大きさ小さいんですね。生地が漏れそうになってると思うんですけども、この状態で混ぜるのかなり難しいです。ギリギリの大きさで混ぜるのではなく、皆さんお家で作られるときは余裕を持って大きめのボウルで混ぜるのをおすすめします。そしてもう一つ大事なのがメレンゲの硬さですね。メレンゲを立てすぎてしまっていると、混ぜ合わせた時に塊が残ってしまいます。塊が残るということは、ハンドミキサーで泡立てすぎになりますので、このようにチョコレートとメレンゲがスッときれいに混ざるぐらいの柔らかさ、少し緩めのメレンゲを作るように意識してみてください。それでは最後の粉類を混ぜ合わせていきましょう。メレンゲ1/3、粉類が1/3、続いてメレンゲ2/3、粉類が2/3、最後にメレンゲ3/3、粉類3/3、3回に分けて交互に混ぜ合わせていってください。はい、こちらでガトーショコラの生地が完成です。粉っぽいところがないか、メレンゲの溶け残りがないか、しっかりチェックしたら、型に流し入れていきましょう。今回は15センチの型が2台分のレシピになっています。2つもいらないよという方はですね、ぜひやってほしいのが、1つは冷凍熟成をしてみてください。ガトーショコラはかなり日持ちがしますので、一気に2台分焼いておいて、あと1つは冷凍しておくというのをおすすめします。表面を平らにしたら湯煎焼きの準備をしていきましょう。今回はガトーショコラ湯煎焼きなのですが、このように底が取れるタイプのケーキ型の方は、18センチの底が取れない方、もしくはですね、バットでも構いません。このように置いてもらってからお湯を天板に張るとお湯が浸入してこなくなりますので、この方法で焼いてみてください。170度に予熱したオーブンでおよそ40分から50分焼いていきます。オーブンの馬力がもともと強い方はですね、最初から10度下げていただいても構いません。だいたい40分から50分焼いてもらって、真ん中を竹串で刺してみてください。竹串に生地がついてこなければ完成です。ガトーショコラはすぐにひっくり返して取り出すとケーキが割れてしまいますので、必ず粗熱が取れるまではこのままの状態で置いておきましょう。熱が取れてから取り出します。それでは続いてガナッシュを作っていきましょう。今回ガトーショコラはノーマルバージョンとガナッシュを塗ったチョコケーキバージョンの2種類でお届けします。沸騰させた生クリームをチョコレートにかけてチョコレートを溶かしていきます。生クリームをチョコレートにかけたら少しだけ待つようにしてみてください。2分から3分待ってからこのように混ぜるときれいにチョコレートが溶けます。この時にチョコレートの溶け残りがあれば湯煎にかけて溶かしてください。続いてガトーショコラを3枚にスライスしていきましょう。
3枚にスライスする時のポイントは、このように上下左右に竹串を刺して、そしてその竹串の上を包丁で切るときれいに切ることができます。だいたい3分の1の高さのところに竹串を刺して、その竹串の上を切るようにしてみてください。このように3枚にカットできたら、先ほどのガナッシュを塗って仕上げをしていきましょう。ガナッシュは冷蔵庫に入れて冷やすか、氷水に当ててこのぐらい濡れる硬さになるまで冷やしておきましょう。そして今回はブランデーを使っていきたいと思います。ブランデーやラム酒、皆さん好きなお酒で構いませんので、大人っぽく仕上げたい方はガトーショコラにお酒をたっぷりと染み込ませてみてください。お酒がたっぷりと染み込んだガトーショコラの上に先ほどのガナッシュを塗って仕上げていきましょう。ガナッシュが塗れたら2枚目のガトーショコラを置いて、そしてブランデーをたっぷり染み込ませて、先ほどと同様にガナッシュを塗っていきます。3枚目も同じようにガトーショコラを置いたら、たっぷりとブランデーを染み込ませて、仕上げにガナッシュを塗っていきます。今回のガナッシュは15センチのガトーショコラ1台分のレシピになっています。2台とも両方ガナッシュを塗りたいという方は、チョコレートと生クリームの量を倍にして作ってみてください。上の部分をきれいに平らにしてから横を塗るようにしましょう。あとは表面を平らにしたら、仕上げにココアパウダーをふるって完成です。ノーマルバージョンの方には粉砂糖をかけていきましょう。粉砂糖は泣かない粉糖、デコレーション専用の粉糖というのがありますので、そちらを使用してください。時間が経っても溶けずにきれいに保ってくれます。それではガナッシュバージョンのガトーショコラをカットしてみましょう。カットするときは必ず包丁を温めてから切るようにしてみてください。それではノーマルバージョンのガトーショコラもカットしていきます。こちらは包丁を温めなくても大丈夫です。基本的に包丁を温めるのはクリームがついているものだけになりますので、こちらはそのままカットしていただいて大丈夫です。誰かにプレゼントするときはこのようにハーフ&ハーフでプレゼントするととっても喜ばれると思います。皆さんぜひお家で作ってみてください。そして最後に大事な食べ頃ですね。今回のガトーショコラは冷蔵庫で5日ぐらい寝かした方が美味しくなりますので、作りたては食べないようにしてください。どちらのケーキも冷蔵庫で5日間我慢しましょう。とっても美味しくなります。もしもっと我慢できるという方はですね、冷凍庫で1週間以上熟成させてみてください。さらに美味しくなりますので、必ず熟成させてからお召し上がりください。はい、ということで今回の動画は以上になります。皆さんぜひお家でガトーショコラ作ってみてくださいね。この動画が面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。その他 SNS もやっていますので、ぜひフォローもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。